大森和代のいつもつながっているよ。渡らせトーク。先生、こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。こんにちは。はい先週古澤幸恵さんの素晴らしいピアノ演奏とともに、そうですね。この番組スタートしたんですが、はい、3週連続古澤幸恵さんに出ていただきまして、はい、そしてなんと、はい、古澤幸恵さんの、この大森和代のいつもつながっている渡らせトークの CD、BGM の CD がいよいよもう発売をされました。すごいですね。はい、こちらは名古屋公演会5月27日名古屋公演会からもう発売されておりますので、今のところこれは公演会でしかちょっと購入していただくことができませんので、はい、ぜひ講演会でこちらの CD 5曲入ってまして、先週までにご紹介させていただきました、今流れているこの番組で流れている3曲に、そしてプラス4曲目素晴らしい曲です。ちょっとジャズっぽい曲なんですが、これも Go with the flow 流れるままに、流されるままに生きていきましょうみたいな、そういうのをイメージしながら聴いていただくとちょっとジャズで素敵なね曲なんですよ。はい、そして5曲目がまたこれも私すごい好きな曲なんですけれども、こちら5曲目 Sunset over the Golden Island of Jipang、黄金の島ジパングに沈む夕日というタイトルをつけさせていただきました。5曲ともタイトルはこういただいた曲を聴きながら上からいただいたタイトルをつけさせていただいておりますので、はい、この CD からもパワーが出てると思います。大森和代のいつもつながっている渡らせトーク BGM というのです。講演会でもし見かけられましたらぜひ、そうですね、はい、古澤幸恵ちゃんに協力してあげてください。また講演会に行く楽しみが増えますね。皆さんも。はい、そうですね。近々講演会がなくて購入できない方とかはまた講演会行かれる方に買ってきてとかって言われる方もいるかもしれません。はい、またよろしくお願いします。そして先生、広島講演会ではまたたくさんの奇跡が起こったそうですね。そうですね。本当に今回広島講演会ですね。もう広島は何度も講演会させていただいてるんですが、原爆でお亡くなりになられました方が会場に来られておられました。やっぱり女性のお体を使って話をされて来られました。今から例を切ります。今回初めてなんですよ。広島講演会で例を切らせていただいたのが、で例を切らせていただきますよって言いましたら、女性の方にですね、が急に苦しそうな感じになられまして、その方のお体は本当は何ともないんですけれども、その原爆でお亡くなりになられた五霊さんがその方の体を使われたので、その五霊さんの思いが来てこう苦しいっていう状態になってしまったんですね。で、67年間ずっと自爆霊になって苦しんでおられまして、でその女性の場合は子供さんが爆風で子供さんと一緒にいらっしゃったみたいなんですね。その原爆に遭われた時ですね。で子供さん爆風で飛ばされて、で子供さんを探して自分一人そんな行くわけにはいかないという、それは子供に対する執着心を持ってずっとその成仏されずに、やはり成仏できないというのは執着心というのがあると成仏ができないんですね。いろんな執着があるんですけど、でも一番強いのはやはり家族への執着ですね。家族にやっぱり会いたいとかですね、そういう執着心があったので67年間その場で苦しんでおられ、自爆霊を解かれて講演会にあの日連れてこられたということなんですね。で本当はその方の思いを聞いていただきたかったもんですから、その方に喋れますかって言いましたら、その方はちょっとそういうことが、慣れてないのか喋れないっておっしゃられましたので、スタッフの方でねそういうの大丈夫な方がいらっしゃるのですぐお呼びして、その女性についていた五霊さんをこうスタッフの方の体に入っていただいてですね、ゲストの方に
そのゴレさんの思いっていうのを伝えていただいたんですけど、本当に喉乾いた苦しいとかってで、私はその方を見てますと、お亡くなりになられた方の肉体はないんですけど、同じ形をした幽体というのが、あと幽体霊体、だから幽体霊体で幽霊さんって言うんですけど、幽体霊体の姿が見えましたので、そうしましたらこの左側がバーッとこう焼けただれてですね、もう骨まで見えている状態で、でも本当に悲痛なお顔をしてらっしゃって苦しそうで、ここをこうかきむしるようにですね、やはり喉が渇いておられたんですね。で川沿いでお亡くなりになられたようなんですけれども、水を求めて川にね行かれた方が結構お見えになられたようなんですね。はい。でその他のもう一人の方にもやはり喉が渇いた、喉が焼ける、水欲しい、水くれっていう方が疲れて、その方があとこう前に出てこられたんですね。で前の方にお見えになられた皆さんに「すいません、お水をちょっとあげていただけますか?」ってお願いしたんですけど、どなたも水は多分飲みかけだったので悪いと思われて、お水が出てこなかったんですね。いや飲みかけでもいいです、わからないですからって言ったんですけどでもなんか出てこなくて、スタッフが慌てて水持って走ってきて、そしたらぐっと飲まれて落ち着かれたっていうこととかも、ありまして、初めてこうその後霊を切らしていただいたんですが、やはり霊を切らしていただく間、目を閉じてていただくんですけれども、今回も鈴の音がしたとかですね、これは本当多いんですけれども、あとはお香のようなすごいいい香りがしたっていう方もいらっしゃったんですね。これはこのお香のような香りというのは神界の香りといいまして、5次元6次元7次元、いわゆる神様がいらっしゃる世界の、この神様がそばをスーッと通られる時によく匂ったっていう方がいらっしゃるんですね。お香のような、白檀のような、お香でもちょっと高級なお香のような匂いといいますか、あとフルーツのような匂いっていう方もいらっしゃいますし、あと百合の花のような、なんかこう花のような匂いっていう風にも深海の香りをね感じる方がいらっしゃいます。そういう匂いを今回感じた方と、あとは目を閉じているので、横をどなたかがこうさっ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 と歩いていかれたっていうのは多くの方がね感じられました。でその時にこう絹ずれの音、シャッ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 とこう擦れる音がしたって、それもこれは神様は多くの神様はお着物をお召しになられておられますので、その神様のお着物のこう絹ずれの音が聞こえたということだということでお伝えさせていただいたらびっくりされておられたんですけど、なんかより一層皆さんですね、もう聞こえる見える、あと匂うまで出てきましたので、すごいことに今なってきております。はい。それは今まで私行かせていただいた講演会の場所では、匂うっていうことはなかったです。そうですかね。はい、そうですね。この間とその前はそういうのはなかったので、以前は結構それも匂いも感じられる方は多いんですよ。あと聞こえるお着物のシャッ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 っていう音が聞こえる。でも全然これは神様のですので怖いことではなくて、もう横を通られたらすごいパワーを浴びますので、すごいことなんですね。講演会場すごいパワーですって言っても、やはり目に見えない感じないとちょっとそうかなで終わってしまうんですけれども、そのように私の横をじゃあ時着物を着られた方が神様が歩いてかれたんだと思うと、やっぱりこうパワーも入ったなっていうこともね、実感していただけると思いますが、皆さん本当にお帰りになるときお元気でごめんなさい、笑顔で帰っていかれます。大丈夫ですか、先生。いや、ちょっとお疲れですか。そうですかね。そうですね、ちょうど広島講演会が母の日だったんですよね。それで私もやはり普段母をしてますので、で朝、6時に起きてお弁当を作ってという生活普段はねしてますので、ちょっと母の日に自分へのプレゼントと思ってですね、広島でアロマですかね、なんかこうオイルつけてマッサージしていただくところへなんか行ったんですね。でなんかそのメニューのオープン価格半額とかっていうそれに釣られちゃいましてで行ったんですよ。どうでしたか。行ったんですけどね、なんかね、これ広島講演会の時皆さんにはお話ししたんですけど、なんかね、その若い女性だったんですね、その方が。でこう
すごくこうやってくださってるんですが、私はもう疲れてるので寝ようかなと思って行ったんですけど、すごいよく喋られる方ででどっから来られたんですか、お子さんいらっしゃるんですか、何歳のお子さんですかとかね、いろいろ聞かれたんですよ。でもう喋りながら今日は寝れそうにないわと思って、でもなんか一応ねこうグッとやりながら、でなんか足の裏の辺に行ったらクッ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 とか笑い出したんですよではっとか思ったら、ちっちゃって言われたんですねえって言ったら、足何センチですかって言われてで、いや一応 21.5 なんです、ちっちゃいですね。でもね、正直に 21.5 なんですけど、ちょっと、太ったので22でも大丈夫なんですけどみたいな話をしてたんですよ。でなんか面白い方で、なんかずっとこうやられてて、なんかちょっとね、なんかあんまり外に歩くことがないので日に焼けてませんので、その方はちょっと色黒だったんですね。でなんでこんな色白いんですかってすごく言われましてでなんか色白いですよね、日本人ですかって言われたんで一応日本人なんですけどって言ったら、したらなんかね、秋田青森の方で色白の人ってロシア系の人が多いんですよねもしかして先祖はそうじゃないですかって言われたんで、いや日本人だと思いますけどって言ってたんですけど、もうずっと会話ずくめで、でもなんかね、きめが細かいって褒められたんですよ。ですごくきめ細かいですねって褒められまして、ですごい白いしきめ細かいし、私色黒だから羨ましいですねって言われてね、でおいくつですかっていういきなり聞かれたんですね。でいやとかって、でもこの肌20代ですよって言われたんですよ。でいやそうですかってもう舞い上がりそうな気持ちになったんですけど、そうしたらその後ででもさっき子供が上の子17歳って言いましたよね、20代ってことないんですよねって、いくつですかって言われて、早い時子供産んだんですかとか言われたんで、いや30過ぎてからですって言ったら、怖いって言われたんですよなんでですか、もうなんかいかにも私がなんかみんなの生き血を吸ってですね、この世にのさばってる、そうですか、女性ですよ。そうですか。なんでしょう、やっぱり先生じゃないですか。知らないですよ、何にも仕事の話は何もしてないんですよ年や子供の年やそういうことばっか聞かれて何をやってる人物とか何も知らないんですけれども、もう怖いって言われちゃったんで、私もなんか怖くなっちゃって本当に半額でしたやっぱり。でもリラックスできたんですよ。いろいろお話ししてくださる先生なんですけども、講演会のでしたら講演会のどうつながるんでしょうそれがいろいろお話ししてくださる先生ですけど、講演会のご案内どうぞどうぞ講演会の案内をさせていただきます。つなげちゃいましたね。6月2日の土曜日、明日ですね。地エリアの札幌市障害学習センターで講演会をされますね。そうなんですよ、札幌ね、皆さんぜひぜひお越しください。こちらまだご参加可能ですので、のんびりとした講演会ですので、そして6月の17日です。これは福岡県にあります JR の博多シティで行われます。また福岡行けることを楽しみにしてます。そして7月の16日、これは月曜日の祝日になります。長良川国際会議場でも行われます。これは岐阜ですね、いよいよ地元。実はですね、ここでサプライズ企画というのがこの講演会はありまして、その中でなんとこの渡らせトークをですね、実写版というんでしょうか、劇場版、劇場版ですね渡らせトークをさせていただくことになりました。ちょっと緊張します。頑張ってくださいどんといきましょう。じゃあ片桐さん頑張りましょうね。先生頑張りますなんか熱血番組みたいになってきましたがじゃあ皆さんまた来週お会いしましょう。See you next week. Bye.